皆さんこんにちは、立花さゆりです。今日は視聴者さんからいただいたリクエストです。スマホ依存を直すのにどうしたらいいですかっていうとてもいい質問でした。コメントありがとうございました。今はスマホっていうのは私たちの生活において欠かせないアイテムです。でも5分だけのつもりが気づいたら30分、気づいたら1時間経ってしまってた。そんな経験ありませんか？今日は私自身も意識してます。スマホに人生を支配されないための5つの習慣ということでお話ししていきます。そしてこの動画の最後の方にさゆり先生の小話っていうコーナーがあります。皆さんよかったらぜひ最後まで見てください。そしてチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。ではまず1つ目です。スマホを開く理由を決めることです。スマホを開く前に何をするために開くのか、これを決めてください。私は例えば LINE の返信をする、天気予報を見る、Amazon などで日用品を注文する、あとデュオリンゴをやるなどです。なんとなくスマホを開いてしまうのが一番危険かもしれないです。なので開く前にご自身に聞いてみてください。今から何のためにスマホを開くのかと聞いてみてください。では2つ目です。通知を減らすことです。通知が鳴るたんびに集中が途切れてしまいます。例えば SNS、ゲーム、ニュースなど必要のない通知は思い切ってオフにしましょう。スマホを見るのではなくてスマホに呼び出されてしまう、この状況を減らすことが大事だと思います。できれば最近使ってないアプリ、いらないアプリは断捨離した方がいいです。私のスマホの中のアプリは最低限しか入ってないです。スマホの中もミニマリストを目指しています。そして定期的に使ってないアプリは削除するようにしています。LINE でも宣伝がたくさん来るような公式アカウントの通知は必ずオフにしています。では3つ目です。スマホの置き場所を変えることです。どうしても目の前にあると触ってしまいます。例えば食卓、ベッド、仕事机などです。いつもスマホが目の前にあるとつい手が伸びてしまいます。逆に少し離れた場所に置くだけで触る回数はかなり減ります。はい、では4つ目です。スマホを見ない時間を作ることです。私がおすすめしたいのはこの3つです。まず1つ目が朝起きて最初の30分です。朝起きたらまずリラックスすることがとても大切です。朝日を浴びてストレッチなどをすると幸せホルモンと呼ばれるセロトニンが分泌されやすくなるんです。そして食事中です。食事中にリラックスすると胃腸は消化しやすい状態になります。結果、体調管理、そして肥満対策にもつながります。そして3つ目は寝る前です。ブルーライトは良い睡眠の大敵です。寝る前にブルーライトを浴びてしまうと脳がまだお昼だと勘違いして結果睡眠の質が下がってしまうんです。このようにこの時間だけはスマホを見ないと決める時間を作るといいですよね。私は以前休日デジタルデトックスをしてました。で、周りも知ってたので休日に LINE 送ってくる人もほとんどいませんでした。今はちょっと仕事の関係上難しくなりましたが、当時はとってもリフレッシュできてました。はい、では5つ目です。空いた時間に別の楽しみを用意することです。例えば本を読む、散歩する、ストレッチやヨガをする、日記を書く、好きな紅茶、コーヒーをいただくなど。私はよくオーディブルを聞きながら散歩してます。とてもおすすめです。皆さんよかったらぜひやってみてください。オーディブルっていうのは本を朗読してくれるサブスクサービスです。はい、では今日の話をまとめます。スマホっていうのはとても便利な道具ですよね。でもその道具に使われる人よりもその道具を
使いこなす人になりたいですよね。私の口癖の一つですが、私たちに平等に与えられているものあります。それは1日に24時間っていう時間です。だからこそその時間を何に使うかが人生を作るのではないかと思ってます。ここで皆さんに質問です。皆さん、スマホ依存を防ぐために実践している工夫などありますか？あったらぜひコメントで教えてください。はい、では続きましてさゆり先生の小話コーナーです。どうぞ。はい、ではさゆり先生の小話コーナーが始まりました。イエーイ。今の時代って情報がもう溢れかえってますよね。だからこそ何でもかんでも情報を入れるのではなくて、自分に必要な情報を自分で厳選して受け取ることが大切だと思ってます。スマホ依存って今や社会問題になっているのではないでしょうか。ストレートネックになったり、ブルーライトのせいで睡眠の質が下がって気分が落ち込んでしまったり、あと SNS で誰かと自分を比べてしまって落ち込んでしまったりと、情報っていうのは大事です。でも受け取り方を間違えると心にも体にも悪影響が出てしまいます。そして私の中でスマホよりもそれ以上に気をつけたいと思っているのがテレビです。テレビは自分で情報を選べないじゃないですか。事件、事故、不安、恐怖を煽るニュースがほとんどじゃないですか。なので私あんまりニュースを見ないようにしてるんですよ。で、立花さんニュースを見ないなんてダメじゃないって言われることあります。もちろん世の中の出来事を知ることは大切です。でもそれよりも自分のキャリア、自分の将来、自分の仕事において役に立つ情報を自分で選んで自分で取り入れることの方が大切だと思ってます。大切なのは情報に振り回されることなく情報を選ぶことだと思ってます。はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか。ぜひいいねボタンと、そしてチャンネル登録、そしてベルマークもオンにしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。